どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、最近暑いですね。自分は暑いのが苦手で、早く夏が終わってほしいところなんですが、そうは言いつつ、夏にもメリットはあります。それは外で水草の水上栽培ができるところです。デメリットは、暑い、汗かく、体力奪われる、外に出たくなくなる、虫が湧く、日焼けする、熱中症になるなどなど盛りだくさん。自分のような陰キャアクアリストにとっては、水草水上栽培の一点突破でしか価値を見出せなくなっているんですが、やはりこのメリットは大きい。しかし今回はなぜかベランダの水上栽培を室内に逃がすためにとあることをする動画となっています。なぜ室内に入れないといけないかはまたお話ししていくので、ぜひ最後まで見てやってください。というわけで早速やっていくんですが、現在の水上栽培状況はこんな感じになっています。以前動画にした超簡単放置するだけ水上栽培育成法でもりもりいろんな水草が増えています。お気に入りの水上水草はニードルリーフルドビジア。水中とは全然違う葉でとても綺麗。他の水草たちも結構伸びまくってます。ではそんな水草たちをどうして室内に避難させないといけないのかというと、冬だからです。お前何言ってるんだって感じだと思うんですけど、寒くなりすぎてどんどん水草たちが枯れ始めてるので、暖かい室内にお引っ越しさせようと思ってます。それもそのはず、この映像の撮影日は12月15日ということで、冬真っ盛りだったんですよね。すでに半年経過しているんですが、動画に全くしておらず、時系列がとんでもないことになってるんで、そろそろ動画で取り上げようと思った次第。よく見てみると、ところどころ黄色に変色している水草があるんですが、これは寒さにやられているせいです。ただ、この衣装ケース水草栽培、他の水上栽培と違い、蓋をすることで結構寒さに耐えれるんですよね。言うなればビニールハウス的な役割を担っているのではと思っています。九州は比較的冬も温暖なので、これを応用すれば越冬も可能なのかなって思ったりするんですが、具体的な方法がわからないのでやってません。よく冬に枯れた水草が夏復活すると聞くんで、土さえそのまま触っておかなければまた芽吹き始めるんですかね。屋外越冬できてる方、放置するだけでまた暖かくなってきて水草が復活する方はぜひコメント欄で詳しく教えてください。自分の場合はひよって24時間エアコン管理のアクアリウム部屋で栽培を再開したいと思います。というわけで早速生い茂った水草たちをカットしていきます。ちなみに動画にはしていないんですが、水草の種類がわかるように100均の収納仕切りで仕切りをしています。これを隣の衣装ケースでは縦横しっかり設置して、1区画に1種類水草を植えるようにしていたんですが、明らかに仕切りがない方が育ちが良かったので、今後この方法は採用しません。現在絶賛水草を刈り取っているんですが、寒すぎてウルトラライトダウンジャケットを着ています。そのせいで画面がほぼほぼウルトラライトダウンジャケットに支配されているんですが、許してやってください。この収穫の際は他の水草と一緒にカットしないことと、カットした水草の種類を忘れないように気をつけています。じゃないとどれがどれだかわからなくなって水草の価値が半減しちゃいますからね。基本コレクションしたいなって思うときは、すべての水草の種類を完全に把握しないと意味がないので、ここら辺は厳密にしておきたい。特に水上栽培だと見慣れない&似通りがちな水上用の同定は難しいので、細心の注意を払っています。できるだけ根元付近をカットして量を多く収穫できるよう心がけているのは貧乏症だからです。そんな感じで水草をトリミングしていったんですが、撮影しながらのトリミングは結構しんどいので、映像はこの衣装ケースのみで終了。何の気なしに撮影しながら作業しているように見えますが、実は結構きつい体勢で作業してます。
基本お見せしたい映像の邪魔にならないよう自分の体を画角に収めないようにしてるんで、べっぴり腰気味でやってるんですよね。ここが撮影しながらの辛いところ。というわけで全てのトリミング作業が終わった状態がこちら。寒い室外から室内に急に戻ったためレンズが曇っています。こういう寒暖差はカメラにはとてもよろしくないので皆さんは気をつけましょう。と言っても対策しようがないんですが、ちなみにトリミングした水草たちはしっかり種類がわかるように100均で買ったタグをそのまま上に置いています。パッと見てわかる水草に関してはとりあえず保留。ただこのままだと長すぎてあれなので、しっかりと頭頂部の長さを切り揃えてきました。こんな風にしているとなんか水草っぽい感じがしていいですね。売り物のような感じになって急に高級感が増しています。そしてあまりにも多すぎて結局トレーに収まりきらず床に直置きしちゃってます。映像を見返しながらこいつ何やってんだって思ってます。そんな水草たちなんですが、このままいつものガラスポットで栽培してもいいんですが、一番の懸念事項があるんです。それは虫が湧くこと。一応洗って表面についた虫たちには退場してもらってるんですが、卵か何かが付着している可能性もあり、この温室部屋に入れておくと室内で気持ち悪い虫たちがうじゃうじゃ発生することになりそうです。これはもう屋外栽培している水草の宿命みたいなところありますね。通常の水草同様トリートメントで対処しようかとも思ったんですが、虫に対する効果が未知数だったため断念。というわけでどうするのかというと、虫が湧くなら水に沈めちゃえばいいじゃんということで、この水草たちをストックできる水槽を立ち上げます。こうすることで問答無用で虫を抹殺し、快適な室内水草ストック生活を堪能しちゃいます。ちなみにこの水上水草たち、水上から水中に適応させるのは超簡単なんですが、水中から水上にするのは若干面倒です。以前紹介した方法なら楽ではあるんですが、水上から水中ほどではないのでお気をつけを。というわけで水槽立ち上げに取り掛かるんですが、先ほど長さを揃えた時にカットした茎部分の水草たちがもったいなかったので、一つ余っていた衣装ケースで簡単水上栽培をすることにしました。貧乏症もここまで来るとなかなかのものですね。おいおい、さっき言ってた虫問題どうするんだよって話なんですが、この衣装ケースはガッチガチにラップで密閉します。密閉して大丈夫なのかと言われればあまり良くはありませんが、水上栽培であればある程度そのままで大丈夫です。どうしても二酸化炭素が供給されにくいので成長速度は遅くなりますが、なんとなく維持できるくらいにはなります。ただ時間が経つにつれて案の定この中で虫がうごめき始めて気持ち悪くなったので、結局しばらくしてから外に出すことになりました。それでは本題に入っていきます。水草が悪くならないように手際よくしないといけないんですが、撮影しながらだとそうもいかない。カラッカラにならないように撮影中何度も霧吹きし直してます。使用するのは30センチキューブ水槽。もともと ADA とは違う水槽を使っていたので ADA 水槽に変えるという意味でもこの水槽立ち上げは意味がありましたね。まずは底晶にイニシャルスティックを振りまきます。その後には定番のアマゾニアを入れます。この水槽では大量の有機層を所狭しと入れ込むので栄養分は必須です。しっかりと底晶内の栄養を確保し、いちいち液肥をいっぱい添加しなくていいようにします。入れた後は手で慣らしたんですが、厚みが薄かったので結局アマゾニアを継ぎ足し、今となっては完全に廃盤になることが決定したアマゾニアをこんなにふんだんに使うって贅沢ですよね。続いてはプラチナソイルスーパーパウダーを敷いていきます。これはいつもの水草を植えやすくするための儀式ですね。あとは見た目。なんか粒が大きいソイルが上にあると微妙な感じに見えちゃうんですよね。こうすることで見た目と作業性の両立を図ります。底晶が完成したら慎重に水を入れていきます。この時は浄水器を取り出すのが面倒でそのまま水道水を汲んでました。
本当は浄水器でバーッとした方が楽なんですが、とりあえず根が張るまではミスト式で管理する予定なので、軽き抜かなくてもいいかなと。というかミスト式だと虫湧くんじゃないかと思われるかもしれませんが、こちらに関してはトリートメントを行って虫湧きを最小限に抑えつつ、毎日の観察で少しでも虫が湧いたら速攻注水して抹殺します。というわけで、ソイルがひたひたになるまで水を入れ、区画ごとに区切って完了。あとはひたすらに植栽していきます。この作業が結構大変で、なんやかんや2時間くらいかかった記憶があります。植えるだけだろって思うかもしれませんが、一本一本植栽していると相当時間がかかるんですよね。ちなみに縦横5個の区画があるので、この水槽には25種類の水草が植栽できます。本当はポットに入れて管理しようかとも思ったんですが、なんか見た目的にもこっちの方が水草ストックしつつダッチアクアっぽくできるかなと思ってこちらを採用。簡単に管理したい場合はポットに入れるのがいいかもしれません。種類もそんなに混ざらないですしね。そんな感じでひたすら植栽して終了。録画データを確認したら、水草のトリミングからこの作業完成まで7時間くらいかかってます。1日がかりでやった記憶はありましたが、まさかここまでとは思ってませんでした。正直撮影しながらじゃなければもっと早く終わるんですが、こればっかりは仕方ないですね。というわけで、屋外水上栽培水草を避難させるために立ち上げたこの水草みちみち水槽。今後の経過が気になる方はチャンネル登録してお待ちください。というわけで今回はここまで。Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。